皆さんこんにちは。10月に入り、ようやく過ごしやすい気候になりましたね。日中の気温が30度近くになる日もありますが、夏の強烈な日差しはもう終わりに近づいています。我が家では9月20日過ぎに遮光カーテンを外しました。これで全てのもみじが直射日光に当たる状態になっています。今回は2025年10月2日時点の我が家の鉢植えもみじたちの状態をじっくりとお届けしていきます。もみじの種類ごとに目次をつけてありますので、概要欄から気になるもみじを選んで、そこからご覧いただくことも可能です。それでは早速始めましょう。まずは大分や名月系のもみじたちからご紹介します。こちらは園芸品種ではなく未生の大分や名月です。種から発芽してもう6年ほど経ちます。もともと涼しい地域に自生するもみじなので、私が住む関東地方の気候は合わないのは分かっているんですが、葉っぱの形が好きなので私が無理やり育てている状態です。9月くらいから葉っぱが傷み出しましたが、最近になって新しい枝と葉っぱが伸びてきてくれました。続いて海外で作られた園芸品種オータムムーンです。ご覧の通りボロボロですね。ほぼ日陰に置いていてもこのようになってしまう大きな原因はやはり気温の高さではないかと考えています。毎年このような状態になります。葉っぱの先はほとんど枯れていますが、半分はなんとか生きています。非常に対処性が低いもみじだと言えます。こちらはムーンライズです。先ほどのオータムムーンと似ていますが、こちらも葉先は傷んではいるものの、まだ元気があるように見えます。そして日本生まれの小倉山です。これも毎年夏になると葉っぱが傷むんですが、今年は今のところ元気です。画面にバッタに食べられた跡らしきものがありますが、全く問題ありません。おそらく世の中にはほとんど知られていない令和です。金閣霊の種から発芽したものらしいのですが、見た目はジョーダンに似ています。いずれにしても大分や名月系の種から発芽した個体のようです。日本の関東地方の暑い気候に適応したものになったのではないかと思っています。野菜も自家採取の種から育てると、その土地に合ったものが取れると言いますが、もみじのような樹木も同じことが言えるのかもしれません。やや日当たりの良い場所に置いてあったので、多少葉っぱの先が傷んでいますが、この程度なら今年もきれいに紅葉してくれると思います。次はいろはもみじ系の品種をご紹介します。出生城です。これは遮光カーテンの中に置いてあったので、まだあまり葉っぱが傷んでいません。一方、こちらは遮光せずに直射日光が当たる場所に置いてあった出生城です。特に上の方の葉っぱがかなり傷んでいますが、下の方はそれほど傷んでいません。地植えならもう少しマシかもしれませんが、もみじは鉢植えで育てているとどうしても対称性が低くなってしまうようです。茜です。今年もなんとか生き延びてくれました。気のせいか、今年は葉っぱの黒い斑点のようなものは去年ほど目立っていません。
葉っぱが小さめで八つ房製の品種鹿島八つ房です。小さめといっても画面では伝わりにくいと思うので、他の品種と並べてみましょう。画面の右側にあるのが出生城、そして左側にあるのが大もみじ系の品種野村です。比べてみるとその小ささがよくわかります。古文錦です。置く場所の都合で夏の直射日光をガンガンに浴びていました。案の定、日光がたくさん当たる上の方の葉っぱは傷んでいます。ただ、その日焼けによって犠牲になった葉っぱの影になっている下の葉っぱはきれいな状態を保っています。青源、別名青貝です。葉っぱの切片がやや長くシャープな形をしています。大宮盆栽美術館にある青源とは少し葉の形が違いますが、おそらくこの形が一般的な青源だと思われます。清姫です。夏に葉っぱがボロボロになりましたが、最近になって新しい葉が出てきました。新しい葉っぱが出てくると、やっぱり嬉しいものですね。続いてはひなうちわカエデです。少し前にご紹介したひなうちわカエデの品種慶冠山は残念ながらすぐに枯れてしまいました。毎日35度を超える日が続いた夏の猛暑が原因だったのではないかと思っています。こちらは袖の内です。こちらもボロボロ。先月ご紹介した時よりもさらに葉っぱの劣化が激しくなりました。これは園芸品種ではない原種のひなうちわカエデです。同じように葉っぱがボロボロになりましたが、葉っぱが傷むタイミングが早かったので、少し前から新しい葉っぱが出てきました。このひなうちわカエデや大板や名月は毎年かなり葉っぱが傷むので、来年は完全に葉っぱが傷んでいなくても8月中旬くらいのタイミングで全葉刈りを試みる予定です。うまくいけば暑さが少し落ち着いた9月中旬に新しくきれいな葉っぱが出てくるのではないかと期待しています。ここからは大もみじ系の品種にあります。2本の紅獅子です。去年は左側にある方は葉っぱがかなり小さかったのですが、今年はほぼ同じくらいの大きさになりました。なぜ去年はあんなに葉っぱが小さかったのか謎です。つま紅です。
春に葉先が赤くなり、きれいな模様になりますが、6月くらいからずっとこのような状態です。葉っぱが散るのではないかと思いつつ、枯れずにずっとこのような状態をキープしています。こちらは数ヶ月前に新たに購入したつま紅です。先ほどのつま紅の葉っぱは一般的な大きさですが、こちらは極端に葉っぱが小さいつま紅です。もしかしたら姫つま柿という品種かもしれません。1年を通して観察してみないとわかりません。大もみじ系の品種なのに、先ほどの鹿島四つ房と同じくらいの大きさの葉っぱです。松酔いです。古くからある園芸品種です。まず葉っぱが厚くしっかりしています。宮様楓や錦重ねという品種と同じくらいの葉っぱの厚さです。大阪月です。上の方は少し葉っぱが傷んで一部の葉が紅葉しています。遮光カーテンの中に置いてあったのですが、9月頃から日光が当たる角度が変わったことで、上の方の葉っぱに直射日光が当たりすぎたことが原因かもしれません。幸い下の方の葉っぱが無事なので、今年もきれいに赤くなってくれると思います。中原です。この中原という品種は情報がなく詳しいことはまだわかりません。中国や台湾生まれのオリバーカエデの種類で中原紅という品種がありますが、それとは全く異なり、こちらは大もみちの品種です。葉っぱの形が正弦に似ていて切れ込みが深めで厚さにも強そうな気がします。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。